BTS が本気を出す瞬間、それはパフォーマンス以外にも存在します。そう、ご存知、退勤の時です。誰もが嬉しい退勤は、多忙を極める BTS にとって、まさに魔法の言葉。7人は、退勤のためなら真剣勝負も辞しません。少しでも早く家路に就きたい BTS の面白かわいいエピソードをご紹介します。BTS は、退勤がかかると嬉しさ爆発。世界中で活躍する BTS は、努力家で勤勉なメンバーばかり。ハードスケジュールの中、仕事に打ち込む彼らにとって、退勤とは特別なもの。退勤ワードを聞くだけで嬉しさが爆発しちゃうのです。Run BTS EP110 から111では宝探しに挑戦し、宝箱を開けたら商品がもらえると聞いていた BTS。その商品とは、なんと、誰もが嬉しい大金でした。サプライズで大金を手に入れたメンバーは大喜び。最初に大金となったジンは、嬉しさあふれて大絶叫。興奮のあまり頭をぶつけてしまいます。続くシュガと RM も、目元と口元をほころばせながら喜びの笑み。ケラケラと笑いが止まらないジミンに、本当に帰っていいのと繰り返す J-HOPE。テテはわーと微笑んで、エンディングもせずさっさと帰ろうとしてしまうほど。一方、お菓子を食べたりして、のんびりとゲームに挑んでいたジョングクは、知らないうちに一人残されてしまいました。6人が先に帰ってしまった事実に驚きを隠せないマンネが可愛い。それほどまでにメンバーを喜ばせる大金という宝物。大喜びする姿は見ているだけで可愛いですが、普段からどれだけのハードスケジュールをこなしているのか心配になってしまいますね。しかし、メンバーは大金のためなら何のその、大金がかかれば本気を出さずにはいられないのが BTS なのです。大金をかけたゲームを紹介。Run BTS EP126 から127では BTS がアイディアを出した14種類のゲームに個人戦で挑戦しました。すべてのゲームをクリアすれば退勤できるとあって、文字通り必死な BTS が拝めちゃいます。カード飛ばしやクモの巣ミッションなど、スパイをコンセプトにしたグラミー賞授賞式でのバターのパフォーマンスを見て、EP126 から127を見返したアーミーも多いはず。始まるや否や、すぐさま移動してゲームに取り掛かる BTS。全員が退勤の思いを胸にせっせとゲームに励みますが、その思いが焦りを生み、メンバーは終始あたふたと忙しく動き回ります。運に作用される数々のゲームにメンバーは大苦戦。特に不器用組がものの見事に苦戦しているのをはために、スイスイとミッションをこなしていくジョングク。駆け足で一人あっという間にクリアしていきます。黄金マンネ、恐るべし。対していつまでも苦戦しちゃうシュガや J-HOPE がバタバタと挑戦する姿が可愛すぎます。しかし、見ているとメンバーの焦りが伝わり、こっちまでドキドキそわそわ。地獄の練習室だなとつぶやく J-HOPE の姿に、ちゃんと退勤できるかどうか心配です。一方、安心安定なジョングクは、開始からたったの17分で練習室にある10個のミッションに成功して2階へ進みます。そんなジョングクの後に続くのが、どれも器用にこなしてきたジミン。しかし、残り4つの超高難易度ミッションが2人の前に立ちはだかります。中でもテーブルクロス引きのように、ペットボトルのキャップだけを飛ばすミッションは何度やってもクリアできません。メンバー全員が最も苦労したミッションです。先に着いたジョングクもジミンもクリアすることができず、イライラを募らせます。こんな難しいミッションを一体誰が思いついたのでしょうか。誰よりも早く通過してきた負けず嫌いなジョングクは特に悔しそう。焦ると余計にイライラしてしまいますよね。しかし、大金がかかっているだけに焦らずにはいられません。
首位を争っていたジミンとチョングクがイライラモードに突入している間に、残りのメンバーも続々と2階へ到着。次第に混雑してきます。ジミンが苦戦する2飛ばしを見た RM は、これは今日中に帰れないなとあっさり。手が届くところまで来たと思ったら、遠く離れてしまう大金に全員がやきもきしていると、最難関であるキャップ飛ばしをあっさりとシュガがクリアしてしまいます。今まで苦戦に苦戦を強いられていたシュガのクールな大逆転大金劇です。大歓声の中、英雄と化したシュガは光の速さで大金。やはり人生はわかりません。最後まで頑張らないと格言を残して颯爽と去っていきました。その笑顔からは嬉しさがにじみ出ています。残ったメンバーは互いにノウハウを共有しながら、シュガに続いてチョングクが念願の成功。去る前に自分の掴んだコツを残るメンバーに丁寧に説明してあげるヒョン思いのチョングク。まさに愛されマンネですね。チョングクの細やかな説明は、彼がコツをつかむのがうまいことがよくわかります。チョングクの教訓を得たジンもあっさりとクリア。RM も残ったメンバーの分析をしながら奮闘します。しかし、キャップ飛ばしで残った草津とクオズからは、徐々に焦りの色は消え、漂う諦めムード。必死の本人たちには申し訳ないですが、色が違いすぎる同級生コンビの対比が大変可愛くて、アーミーにとっては癒しの時間です。そして、1位免除されたシュガ以外のメンバーは、最後にドミノに挑戦する運びでしたが、ジンの提案によりじゃんけんで勝った人は、先に大金が許されるルールに変更。キャップ飛ばしをクリアしてきたメンバーを相手に、奇襲で大金じゃんけん大会が開催されることになりました。最初に勝ち抜いたチョングクは、勝負の行方を見届けるためか、ジミンに待っていてと言われたからか、残留して見守ります。負けず嫌いなチョングクは早く帰りたかったわけではなく、いち早くミッションをクリアしたかったのかもしれませんね。大喜びで帰宅するジンと、マイクを取ることすら忘れて走り去る RM をたしなめながら帰る J ホープ。ヒョンたちが次々と退勤してしまう中、残ってしまったのはクオズです。途中まで暫定1位だったはずのジミンは、魔のキャップ飛ばしで、結局最後になってしまいました。一人が苦手なジミンが孤独に何度も挑戦している姿は切なすぎます。スタッフがヒントを教えるも、いいえ、今のままやります。他のメンバーが成功したのに、僕だけズルしたらダメじゃないですか、と自身のやり方を貫くジミン。すると、その直後にミッションをクリアしてしまいます。目をカッと見開き、今日の教訓、やればできる。と力強くアピール。やり遂げたジミン、かっこよすぎます。しかし、そんなジミンを最後の難関で待ち構えるテテ。大金をかけたクオズのじゃんけんは手に汗握る愛子祭り。さすがとしか言いようがありませんが、ソウルメイトの2人がシンクロしまくっています。フレンズを歌いながら、サビで出た勝負の結果は、見事にジミンの勝利。天使に味方してもらえなかったテテは、残ってドミノを作らなければならないことに。あんなに息がぴったりだったフレンズをすぐにオフにしたテテは、エンディングを収録するジミンの隣で、黙々とドミノを組み立てます。かわいそうすぎて代わってあげたいです。しかし、テテを一人残せないジミンとジョングクは、着替えを済ませて戻り、ドミノを手伝います。可愛らしいマンデラインの絆に癒される眼福シーンですね。3人で作った BTS の文字のドミノ。これが一度で倒れれば、3人一緒に退勤することができます。緊張の瞬間、手を握り合う3人。テテの倒したドミノは、無情にもピタリと止まってしまいました。それを見たジミンとジョングクは、勢いよく立ち上がり、嘘のように退勤してしまいます。残されたテテはもちろん意気消沈。あんなに頑張ってきたのに早く帰ることができず、もはや退勤できるかすらどうか怪しくなってきました。そんなテテに
スタッフが救済ルールを追加。ムッチッパというじゃんけんを流用したゲームで勝てばドミノをせずとも帰宅できることに。ニコニコ、笑顔のテテは小細工をしながらもお茶目に勝利。さすがいたずらっ子ですね。残業となったテテでしたが、可愛いダンスで喜びを表現しながらようやく帰宅することができました。まとめ。喜ばずにはいられない BTS の大金についてのエピソードをご紹介しました。多忙な彼らにとって大金とは特別な宝物。本気が炸裂する真剣勝負はあまりに可愛すぎて必見です。そしてグローバルスターでも大金は嬉しいという事実に親近感を覚えてほっこりします。BTS にもアーミーにも嬉しい大金ゲーム。ぜひまた一生懸命挑戦する姿を見てみたいですね。